なぜ大手メディアは深掘りしないのか、中国の AI 工作は、もう日本の選挙と世論に手を伸ばしているのか、今回追うのは、高市政権を狙ったと報じられた400アカウントと、沈黙の裏で進む認知戦です。結論から言います。これは高市首相が好きか嫌いかの話ではありません。本丸は、日本の対中防衛、台湾有事の議論、情報安全保障、国内世論の混乱で遅らせることです。この動画は、陰謀案で逃げません。ただし、沈黙を善意とも見ません。確認済み、報道ベース、推測、都市伝説的仮説を分けた上で、誰が得をするのかを最後まで追います。日本ファクトチェックセンターの整理では、日経は2月22日、中国系とみられる約400アカウントが連携し、高市政権の印象を下げる投稿を拡散していたと報じました。同じ時期に読売は、3000件規模のアカウント群が高市首相や日本の政策を批判する投稿を拡散した可能性を報じました。ただし、可能性の指摘と断定は違います。ここが重要です。反論として強いのは、影響は限定的だったという点です。日経報道でも、世論を左右したとまでは言えない。JFC も、選挙結果から見て影響は小さいと整理しています。では、なぜ危険なのか、票を直接動かしたかではなく、工作手法が日本語圏に適用し始めたからです。自然な日本語、AI 画像、凍結後の補充、これは次の選挙へ向けた実験に見えます。2月25日、オープン AI は悪用阻止レポートを公開しました。そこでは、中国の法執行機関に関連する人物が、チャット GPT を使って高市氏の信用を落とす作戦を相談したと説明されています。TBS の報道では、木原官房長官が外国による影響工作を安全保障上の脅威だと述べ、選挙の公正や自由な報道を脅かすものとして対策は急務だと説明しました。一方で、中国外務省は事実無根だとして反発しています。ここも入れなければいけません。国家が関わったという話は重い。だからこそ、断定ではなく、公開情報の積み上げで見ます。時系列を見ると、かなり嫌な線が出ます。2025年10月に AI 相談、2026年2月に選挙と400アカウント報道、そしてオープン AI 報告、4月から5月に、永田町で再び火がつきました。ここで強く疑うべきは、高市首相の台湾有事、存立危機事態発言との接点です。断定はしません。しかし中国側がこの発言に強く反発してきた流れは、複数報道から見えています。WEDG、ONLINE は、高市発言に対し中国が日本へ様々な圧力を加え、外交部や国防部が中国の怒りを大宣伝している、と分析しています。ここは報道ベースの材料です。表向きは、高市氏への人格攻撃です。しかし本当の狙いは、対中強硬路線、台湾有事の議論、情報安全保障の制度化をなまらせること、高市畑は入り口で、政策潰しが本丸です。認知戦は、嘘を一つ流すだけではありません。すでにある不安に、外から燃料を入れる、生活不安、宗教疑惑、戦争不安、米国不信、火種がある場所へ、AI で量を投げ込む。日経報道の再配信や海外報道では、生成 AI 画像の利用が指摘されました。画像は言葉より早く感情を動かします。軍国主義、生活苦、米軍基地、選挙不正、資格の方が残りやすい。昔の工作は、翻訳が不自然で見抜きやすかった。ところが AI 翻訳が進むと、言語の壁が急速に薄くなる。TDS、BLOMBRG も、高品質な翻訳コストがゼロに近づくほどリスクが高まると論じています。日本では X がリアルタイム情報共有の場として強い。匿名文化もある。だから、誰が発信者かわからない投稿が政治的空気を作りやすい。ここに海外アカウントが入ると、検証が難しい。400アカウントと3000件規模という数字は、同じ意味ではありません。調査手法、対象範囲、断定度が違う。ここを雑に混ぜると、かえって相手に反論の余地を与えます。保守側が取るべき態度は、外国人全体や在日中国人全体を責めることではありません。批判対象は、国家の影響工作、資金や利害の不透明さ、政府の説明不足に置くべきです。都市伝説的仮説として見るなら、最大の問いは国内で誰が得をするのかです。対中ビジネスを守りたい側、政権を弱めたい側、情報安全保障を嫌う側、北京だけを見ても全体像は見えません。ただし、財界が黒幕だと断定する材料はここではありません。言えるのは、対中投資や観光、水産、サプライチェーンに依存する業界ほど、関係悪化を避けたい利害を持つということです。怖いのは、永田町が本気で説明しないことです。外国の影響工作を、いつ、どこまで国民に公表するのか、基準が曖昧なままなら、次の選挙でも国民は丸腰です。ここで注意すべきは、実行犯像を必要以上に具体化しないことです。中国当局に近い、法執行機関に関連する、といった表現は報道にあります。しかし、組織名や国内協力者を確定するには別の証拠が必要です。高市氏が狙われやすい理由は、保守的な対中姿勢、台湾有事への言及、経
経済安全保障、そして情報機能強化の方向性が重なるからです。人格攻撃は、実は政策の攻撃の入り口になります。軍国主義者というラベルは、海外にも国内にも刺さりやすい言葉です。日本の戦争記憶、東アジアの歴史問題、若者の反戦感情、ここに AI 生成の画像が重なると、議論は一気に感情化します。旧統一教会との関係を解くこと自体は、国内政治の正当な論点です。ただし、外国由来とみられるアカウントが同じ論点を大量拡散する場合、その目的は真相究明ではなく、分断の増幅かもしれません。影響工作は、ゼロから世論を作るより、すでにある不満を利用します。物価高、米軍基地、宗教、戦争不安、若者負担、これらを一つの反高一感情へ束ねると、政治論争はかなり荒れます。凍結されても新しいアカウントが補充されるなら、それは一人の投稿者ではなく、運用体制を疑う材料になります。もちろん断定はできません。ただ、単発の起こりとは違う動きとして見る必要があります。JFC の整理が重要なのは、話を冷やしてくれるからです。影響は限定的、調査手法で数字は変わる。それでも放置はできない。この3点を同時に言えるメディアが必要です。大手テレビが深く扱いにくい理由は、政治的に危険で、証拠の出し方も難しく、外国政府との摩擦も大きいからです。しかし扱いにくいからこそ、ネット動画では証拠レベルを示しながら掘る価値があります。高市政権が情報機能を強めようとするほど、監視社会だ、言論弾圧だ、という反発も出ます。権力監視は必要です。しかし外国の認知戦対策まで止めるなら、誰が得をするのかという問いが残ります。この話は永田町だけではありません。地方の家族が見るニュース、学校で子供が見る SNS、災害時のデマ、選挙前の切り抜き、情報防衛が弱い国では、日常の判断も外から揺さぶられます。台湾や欧州では、外国からの偽情報や選挙干渉への対策が先に進みました。日本は言論の自由を守りながら、偽装された外国発信をどう表示し、どう警告するのかを急いで詰める段階です。保守側の弱点もあります。危機感が強いほど、未確認情報を信じやすくなる。だから、保守こそ証拠ラベルを厳しくするべきです。怒りを燃やすだけでは、相手の認知戦に乗ってしまいます。左派側も同じです。反戦や反差別の感情は大切ですが、それが外国政府の利害に利用されることがあります。正義感が強い人ほど、誰が燃料を足しているのかを見なければいけません。つまりこれは、右か左かを超えた視点問題です。日本人が日本の公開情報をもとに、日本の政策を決める、その土台を、偽装アカウントと AI 画像で濁らせてよいのかという話です。6つ目の確認点は、政府と SNS 事業者の連携です。削除だけではなく、発信元の透明性、凍結理由の説明、選挙期間中の緊急共有ルート、ここが弱いと、毎回後追いになります。7つ目は、資金の流れです。広告、外注、翻訳、画像生成、アカウント購入、お金の線がまみえれば、単なる自然発生の世論なのか、組織的な工作なのかを見分けやすくなります。8つ目は、国民側のリテラシーです。見た瞬間に起こる投稿ほど、発信者、書出、画像の出所、同時投稿の有無を見る。これは面倒ですが、これからの選挙では最低限の防具になります。反論1つ目、工作があったとしても、結果は高市政権の勝利だった、なら過大評価ではないか。この指摘は正しい面があります。今回だけで政権が倒れたわけではありません。しかし、認知戦の目的は1回で政権を倒すことだけではありません。アカウントを育てる、論点を試す、どの感情が燃えるかを見る、次回の精度を上げる実験なら、限定的でも危険です。反論2つ目、保守側もネット世論を利用しているではないか。これも無視できません。国内の政治系動画や切り抜きも、感情を動かす構造を持っています。ここは自戒が必要です。ただ、国内の政治表現と、外国政府に近い主体が偽装アカウントで介入することは同じではありません。問題は意見の中身だけでなく、発信主体を隠して民主的判断を汚す点です。AXIOS は、ユーザーが高市氏を貶めるキャンペーン設定を試み、チャット GPT が支援を拒否したと報じています。拒否が機能したことは良いニュースです。しかし別モデルに移れば終わりではありません。ユーザー資料では DEPSEEK や QWEN への乗り換え可能性が示されています。これは報道ベースでも語られる論点です。重要なのは、一つの AI 企業だけでは防ぎきれないという現実です。テレビが外交摩擦として処理しがちな理由もわかります。事実確認が難しく、国家名を出すリスクも高い。しかし、外交摩擦だけで片付けると、国内の情報防衛という論点が消えます。高市発言を支持するか批判するかは別として、台湾有事が日本の安全保障に関わる可能性を語った瞬間、中国側の対日圧力は一段上がった。この文脈は、動画の中核に置きます。経済制裁や図鑑遅延、観光、水産の圧力という話は、個別に確認が必要です。ここでは、外交危機が企業利益と国内政治を結び、政権へ間接圧力を生む構図として扱います。
本当の怖さは、国民が自分で考えたつもりの怒りが、外から増幅された怒りかもしれないことです。右も左も同じです。主権とは、領土だけでなく、情報を選ぶ力でもあります。保守的な結論ははっきりしています。日本は、外国の影響工作を可視化する制度、SNS 企業との連携、選挙期間中の緊急警報、そして国民への説明責任を持つべきです。これは差別ではなく防衛です。日本で暮らす中国系住民を疑えという話ではありません。国家の工作、偽装アカウント、資金取り外の不透明さを制度で監視する話です。次に見るべき一つ目は、政府の公表基準です。どの証拠が揃えば、外国の影響工作として国民に知らせるのか、ここが曖昧なら、政府は都合よく黙ることもできます。二つ目は、凍結後の補充アカウントです。日経報道では、凍結や制限の後も新しいアカウントが補充される動きが指摘されました。ここは継続監視が必要です。三つ目は、AI 画像です。文章より画像の方が感情を一気に動かす。選挙期間中、誰が、どのモデルで、どのテーマの画像を大量投入したのか、ここは可視化すべきです。四つ目は、情報会議や情報安全保障関連法制です。外国の認知戦に対抗する制度が強まるほど、それを潰したい利害も強まる。この法案審議の周辺世論に注目です。五つ目は、主要メディアの論点です。高市発言そのものの是非だけでなく、中国側の圧力、国内分断、影響工作の3点を同時に扱えるか、ここで報道の本気度が見えます。今日の整理です。確認済みはオープン AI 報告と政府の脅威認識、報道ベースは400アカウント、3000件規模、AI 画像、推測は台湾有事発言との連動、都市伝説的仮説は、国内で得をする利害構造です。この沈黙は偶然だと思いますか？政府は、外国の影響工作をどこまで公表すべきだと思いますか？そして次の選挙で、誰が日本の世論に燃料を投げ込んでいるのか、コメントで意見を聞かせてください。高市政権を支持するか批判するか、その前に、日本の世論が誰の手で形作られているのかを見抜く必要があります。これは未来の話ではありません。戦いは、すでに画面の中で始まっています。